Oi, você não foi ainda não? Já chegou? Hã? Ah, você vai para lá? Você tem Caraparu, é? Mas você está aqui, é? Santa Isabel? Por que não foi direito para lá? 私は1937年に日本で生まれました。名前は長井島五平と言います。ベネンより40キロのところにあるサンタイザベルの町に住んでおります。で僕と姉貴と、戦争ちょっと終わるちょっと前にセミ取り行っとったんですよ。でセミ取り行った時にやっぱりね、山の上におって、であれですよ、三菱の乗船所ね、あれから港がもう本当爆撃されるの本当目の前で見とったんですよ、山の上から。その時に僕たち狙われたんですよ。ほんでちょうどまた墓の席とかあったからね、向こうへ行くと今度はこっち来るとあっちで今度はで一番その友達が「おいどんたちは狙われてるぞ」っつって言ったら「シャツ脱げ!」っつって。白いシャツやからね、飛行機から見えるってわけよ。で白いシャツ取って今度関戸のあっち行ったりこっち行ったり逃げたことをまだ覚えてるんですよ。ちょうど原爆が落ちた時には、あの頃原爆なんていうのは全然誰も知らんかったからね。で僕と兄貴と2人でね、あの時8月の9日したら夏の一番暑い時ですよね。で2人とも家の中で中庭があったから2人で猿股で暑いからね、地図を見とったんですよ。で今島村半島の方をね来てるようなことはラジオで言ったから地図見て今ここら辺だなって言ったんですよ。でその時に雷の稲妻の本当100倍ぐらい強い光がねパーッと光ったんですよ。いきなり音も何もしない、とにかくパーッと光って、2人ともなんか分からんからね、僕はおかしいなとこうして何やろうか原爆なんて知らんのやから、確かあれからね何秒かしてから今度はいきなりあれがものすごい音がして、それで今度あるもんがみんな倒れてね、僕の兄貴はねものすごい恥ずかしがりやったんですよ。ね、で猿股一つだからね、ズボンを取ろうとしてね、その縁側から畳の方にあるところに行こうとしたら、畳がバーッとその時向き上がったんですよ。で母親がすぐやっぱ飛んできてね、僕と2人を抱きしめて、その被爆された人たちのね、女の人なんかでもただはぁはぁって言うだけでね、もう声も出ない。女の人なんかもう髪の毛がもう焼けてね、もうただれちまって、ただれっていうかもうぐちゃぐちゃになってみたいになって、ああいうのがやっぱ頭から離れないですね。あの頃は別に戦争だから何とも思わんかったですね。もうただもう私のでもまだ7歳ぐらいでも教師なんかあったらもう明日死ぬんだっていう、もうそういうもう覚悟ができとったから。そしてね、僕も話し出したらもうね話せんようになることが一つあるんですよ。ね、それ原爆が落ちてね3日ぐらいした後の話だけどね、ちょっと僕うちの玄関のところにおったらね、どのくらいかな、男の子が5つで女の子が2つぐらいのね、こう手つないで兄弟ですね、もう見たとこで見た格好もねあれしてるけどもう本当もう痩せ細って、あの頃ゴミ箱といってもねみんなの木で作ったやつなんですよね。蓋をね男の子がこう開けてみて、見たらうどんのね本当うどんですよね。腐ったやつなかったら誰も捨てやせんから、それをこう取ってね、その妹の口の中に入れたのを今でも覚えてるんですよ。それでやっぱ僕も7つやったけど、本当もうあれがもう一番悲しいですね。もううちに爆弾が一つの原爆であったよりも2人がもう頭から離れないです。だから本当もう頃ね、もし誰かが聞いてお前何で人生が一番望みかって言われたらね、本当僕も言った白いご飯にねもう味噌があったらもうそれでいいと思う。
それを腹いっぱい食べたら、66年前の写真やね、これ。兄貴と僕の妹、僕の袋ね、いいですか。これ僕、こっち来る時のパスポートにした17歳の時です。こっち来る時ね、まだ高校になったばかりで。ブラジルに行くっていうのはね、大体もう戦争中から、ね、僕のおじさんがブラジルに行ってカフェ、コーヒーね、コーヒーを植えようなんて言ったで、コーヒーを植えたら金儲けて、ね、楽な生活ができることをね、僕たちの頭にこう、小学校の時からね、いや、ブラジル行ってみたいなっていう夢はあったんですよ。あと4、5年日本に、ブラジル行ったら、金持ちになれるからブラジルに行きたいなっていう話がね、ほんのその一言がすぐ実現したんですよ。すぐブラジル移民をね、1954年だったんですよね。募集して。何の希望も持てんかったわけですよね、今から先の日本っていうのが。あの頃は。僕はブラジルまるで来たんやけど、日本からね。それでこのベレンで今度60家族ベルテラ移民として今度はカーバレに乗ってね、小さい時は2階建てやけどね、あれにハンモックいっぱい3段ぐらい釣って、それで4日ぐらいかかってそのベルテラに着いて、それで向こうに着いてもやっぱり今度は住むとこはない、何も用意してなかったんですよ。それでみんな学校に入れられて、まずそこで共同生活、本当朝の4時に起きて、で一日中働いてね、みんな弁当持って、ただもうだから肉物もね、ただもうだからパパイヤの漬物だけですよ、弁当箱に入れて。でもう急にもう今日限りでもうみんな介護出して、で言葉話もわからんし、行くとこはないし、でまた頃は1955年から60年ぐらいに書いては、日本人っていうのはまだ本当まだ侮辱されておったんですよ。戦争に負けた国民やからね。ある程度金持ちの人のところの土地を野菜作ってくれして、でそこでやっぱり2年ぐらい働いとって、でそのうちに家族が集まって、僕と兄貴に「お前たちはここで今から先何やるか」ってね、商売やるか農業やるかって。僕はだから商売やりたいしって。で商売やりたいならまず言葉を覚えないかんから、お前すぐもうベレンに出て行って野菜売りせえって。だからもうすぐもうベレンに出て行って野菜売り始めたんです。この中にピラルクいろいろなこの熱帯魚が入って、でこれは養鶏ね。ここに一つに16,000匹だから32,000匹飼っております。だから主にマンゴスチンとスターを大きさは50丁分です。土地もそれだけあったらもう自給自足できるからね。そうしてる時に今度はね、こっちで胡椒買いたいから胡椒のみんな任せるから買ってもらえんだろうかっつって、頃はここじゃやっぱりもうピメンタの輸出業としては一番大きかったですよ、ブラジルでは。その後はもう自分でそれからカカオを一本に始めたんです。今でもまだ僕は今息子はやってるけどね、僕も一緒に午前中ぐらいは事務所におるけど、それ今でもまだやっております。Por 100%. Desapareceu tudo. だからやっぱこのブラジルでもものすごくやっぱり原爆に関心持った人がおるよね。いまだに精神科のお医者さんやけどね、ざわざわ僕を訪ねてきてちょっと話してくれんかして、で僕も言ったら泣き出したもん。原爆にあったっちゅうだけで。原爆ったらもういいこと頭になんやかいい思い出はね、本当悪い思い出ばかりやから、悲しい思い出ばかりね。だから僕はここでもね、友達たちが祝ってくれるというか、9月の9日は悲しい日やけど、そこに場所でみんなで寄って、で他の人もみんな来るんですよ。で僕の第2回の誕生日ということになってるんですよ。僕は誕生日は10月の4日やけど、8月の9日はね、ヘナスメントしたらまた生まれ変わったという意味なんですよ。やっぱり原爆というのは本当うちのあれですね、国だけじゃなくてうちの家庭も破壊しちまったんやから、結局生命は残ったけど財産は根こそぎ持っていかれたね。でもその時からも生活苦に陥った。だからといって誰を恨むわけでもね、戦争はだからさっき言ったみたいにこれはもうしょうがない。戦争はね、原爆で言ったらもう最初に思い出すのがもうどうしてか知らんけど兄弟の姿でも言葉が詰まって言えなっちまうんです。
からもういつも思うのはもう本当2人はね、もう天国で本当楽に眠ってくれても、その気持ちだけです。まあ本当もう何十何百人って見たけどね、もう特にやっぱそういうのが、ね、腐ったぶどうをね、取って自分が食べんで、妹の口に入れたっていうのがね、食べさせたっていうのがもう忘れられます。